今日も一日お疲れ様。お疲れジャパニーズのゆりこです。このチャンネルでは日本語を勉強している皆さんと一緒に夜寝る前に日本語と日本文化をゆっくり楽しく学んでいきます。さて今夜は日本は本当に集団主義なのかというテーマについて皆さんと一緒にゆっくり考えてみたいと思います。海外では日本について協調性が高い、空気を読む文化、みんな同じ行動をする、そんなイメージを持っている人が多いと思います。確かに日本では昔から周囲との調和がとても大切にされてきました。例えば学校ではみんな同じ制服を着て、同じ時間に掃除をして、同じルールの中で生活します。会社でもチームワーク、周りへの配慮、空気を読むことが重視されることがあります。また日本語には和を乱さない、空気を読む、周りに迷惑をかけないという言葉があります。こうした文化を見ると、日本はとても集団主義的な国に見えるかもしれません。でも実際に日本で暮らしてみると、少し不思議なことに気づくかもしれません。それは日本人は意外と一人行動が好きということです。例えば日本では一人でラーメンを食べたり、一人でカフェへ行ったり、一人で映画を見たり、一人で旅行をしたりします。最近では一人焼肉、一人キャンプ、一人カラオケ、一人サウナ、一人ディズニーっていうのもね、普通になってきました。そして東京では一人で歩いていてもそこまで珍しくありません。むしろ自分の時間を楽しんでいるように見えることもあります。これは海外の人にとって少し不思議に見えることかもしれません。国によっては一人でレストランに行くのはちょっと寂しい、友達がいないと思われる、そんな感覚もあるかもしれません。でも日本では一人イコール孤独とは限りません。むしろ気楽とか自由とか疲れないという感覚に近い場合があります。やっぱり10代、20代前半の頃は一人で何かすることっていうのは正直言うとあまりありませんでした。でもなんか心のどこかに一人で何かができる人に対してすごく憧れがあったんですね。一人で映画を見たりとか、一人でレストランに行ったり、ましてや一人旅ってすごくかっこいいイメージがありました。そう。だからなんかね、寂しい人だっていうよりかは、かっこいい人だなーって印象がありました。やっぱり年齢をね、重ねるにつれて、だんだんと一人でいろいろなことができるようになったような気がします。例えば一人で鎌倉を散策したりとか、一人で写真を撮影しに行ったりとか、一人で電車を撮影するために旅行に行ったりとか、まあやっぱりね、今までの若い頃の自分だとなかなかできなかったような一人活動っていうのもなんかね、だんだん楽しめるようになってきたように思います。はい。まあ
もちろん友達と過ごす時間も好きなんですけど、一人だからこそ、感じられる空気っていうのがあるんですね。例えば、特に早朝の鎌倉は本当に静かです。観光客が少なくて、江ノ電の音だけが聞こえて、海の風が少し聞こえたりとか、鳥のさえずりが聞こえたりとか、あとは朝早朝にお寺での撮影をしているときに、竹のね、隙間から差し込む朝の光が本当に美しかったりとか、そんな瞬間を過ごしていると、一人って悪いことじゃないなと感じることがあります。やっぱり誰かと一緒にいるときって相手との会話を楽しみたいと思うし、相手とね、のことをやっぱり考えると思うんですよ。で、そういう意味で 100% その自然とか、その場所とか、その食べ物とか、そういったものを 100% 感じきることが難しいのかなって、だんだん思うようになりました。やっぱり何かね、例えば食べ物を食べた時でも、一人で集中してそれを味わう時と、誰かと楽しくお話をしながら味わう時で、なんていうのかな、どっちもすごく素敵な時間だと思うんだけど、全然別物だなって思うんですね。なので私は時々一人で時間を過ごすことがすごく大好きだし、一人時間がないのは本当に自分の人生として今では考えられないぐらい一人で過ごすことが大好きです。ではなぜ日本では集団社会なのに、ここまで一人文化が発達したのでしょうか。実はこれ、現代だけの話ではないかもしれません。少し昔の日本を見ていきたいと思います。江戸時代の日本はかなり共同体意識が強い社会でした。例えば、村社会、家制度、身分制度、5人組など、まず村社会というのは、農村で人々が強く結びつきながら暮らしていた社会のことです。昔の日本ではみんなで協力して農業をする必要がありました。私ね、黒澤明監督の映画が好きなんですけど、その中でも、例えば田植えって言って、お米の稲をね、田んぼに植えるときに、みんなでね、一列に並んで植えていったりとか、中にはね、それ田植えに必要あるって思うんですけど、太鼓を演奏する人がいたりとか、ね、みんなはその太鼓に合わせて植えていくんだけど、そうやってある意味お祭りみたいな感じで農業をやっていた側面があるんですね。なので、周囲と協力することっていうのがすごく重要だったんです。また、家制度という考え方もありました。これは個人よりも家を重視する考え方です。例えば、結婚や仕事も自分がどうしたいかよりも家をどう守るかが大切にされることもありました。例えばね、好きでない相手だったとしても、その家と家同士の、ある意味政略結婚的な結婚もすごく多かったと思いますし、職業についても、すごくね、限られていたのかなって思います。さらにですね、江戸時代には身分制度がありました。武士、農民、職人、商人など、社会の役割がある程度決まっていた時代です。現代よりも自分の立場が強く意識されていました。
皆さんの中には、誰でも彼でもね、侍になれるんじゃないかって思う人もいるかもしれないんですけど、実際に侍になることができたのは、数パーセントだと言われていますね。諸説あると思いますが、5% ぐらいだったんじゃないかなって思っています。ただね、はい。なかなかね、自分の決められた身分制度から、それを変えることがすごく難しいと思います。中には豊臣秀吉のように、農民から武士になることができた人もいたんですけど、それは江戸時代よりも前の話なので、おそらくね、江戸時代以降は、なかなかね、そうやって別の身分のものが侍になることは難しかったんじゃないかなって思いますね。そして5人組という制度もありました。これは5つほどの家庭でグループを作り、お互いに監督し合う仕組みです。問題が起きた場合には、連帯責任になることもありました。つまり、昔の日本は今よりもずっと共同体とのつながりが強かった社会だったんです。ここだけ見ると、やっぱり日本は集団主義なんだと思いますよね。でも実は、そんな時代にも一人で楽しむ文化が存在していたようです。特に江戸のような大都市では、一人で行動する文化が少しずつ発達していたと言われています。例えば、一人で蕎麦を食べる。江戸では屋台文化が発達していました。なので、仕事の合間にさっと蕎麦を食べて、また仕事へ戻る。今の一人ラーメンに近い感覚ですね。江戸時代に二郎系ラーメンのようなね、人気な蕎麦屋があったのかはちょっとわからないんですけど、でもおそらくあったんじゃないかなって思います。また、一人で寄席へ行ったりとか、一人で銭湯へ行ったり、一人で寺社巡りをする人もいたそうです。さらに日本には昔から巡礼文化があります。例えば一番有名なものとしては、お伊勢参りですね。これは天照大神を祀っている、日本で一番由緒ある神社、伊勢神宮へお参りする旅ですね。江戸時代には一生に一度は伊勢参りとも言われ、多くの庶民が旅をしました。もちろん今のように新幹線がないので、江戸から一体ね、何日かかったんでしょうかね。そして四国お遍路。これは四国にある88カ所のお寺を巡る巡礼の旅です。空海と呼ばれるね、僧に関連する寺院を回りながら、自分自身と向き合う旅とも言われています。さらに、熊野詣。これは熊野三社を巡る旅です。昔は蘇りの旅とも言われていました。つまり日本には昔から自分を見つめ直すための一人時間のような感覚が存在していたのかもしれません。確かによく考えてみると、座禅とかね、写経とか、そういった文化も、そうやって自分自身を見つめ直すための一人時間ですよね。きっと、昔からそうやって、自分時間をね、楽しんでいた日本人が多かったんじゃないかなって思うんですね。ではなぜこうした文化が日本で発達したのでしょうか。私の個人的な意見になるんですけど、やっぱり迷惑をかけない文化が
関係しているんじゃないかなと思います。日本では昔から周りに迷惑をかけないことが大切にされてきました。でもこれは逆に必要以上に他人へ踏み込まないという文化にもつながったのかもしれません。つまり周囲と調和する。でも同時に相手の空間や時間も尊重する。なので日本では一人でいても周囲から強く干渉されにくい。ちょっと最近印象的なエピソードがありました。私が電車の中でね、乗っている時に隣のスーツを着た男性が、朝の通勤時間だったんですけど、いきなりちょっとね、泣き出してしまったんですね。でも、私もそうですけど、別の隣の人も、その彼の前に立っている人も、誰もが彼が泣き出したことに気づいたにもかかわらず、何も言ったりとかしなかったんですね。でも私はこれを冷たいのではなく、日本人としてのある意味思いやりなんじゃないかなと思っているんです。彼は多分今感傷的な気分になっているので、そこでね、大丈夫ですかと言って水を差すのは、もちろん自分自身としては声をかけたい気持ちもすごくあるけど、ただ、その後の彼のそのリアクションとか、多分今その方は心配してほしくて泣いているわけではなくて、多分ね、どんな理由かはわからないけど、すごく辛いことがあって、で、もう電車の中で涙がこらえられないっていう状態だったと思うんですね。で、やっぱその中で日本人としてみんながする当然の行為としては、気づかないふりをしてそっとしておくということなのかなって思いました。はい。そう、彼にね、声をかけることで、彼自身が恥ずかしい思いをしたりとか、なんていうのかな、彼のペースを乱したくないっていうところがやっぱり一番大きかったです。もちろんね、ティッシュとか持ってたら、ちょっとね、貸して差し上げたりとか、例えば、蓋の開いてないお水とかがあったらね、あげようかなって思ったんですけど、あいにく持っていなかったので、ただ声をかけるだけなのはちょっとね、微妙だなと思って、しなかったんですけど、はい。これは、きっと欧米の個人主義とは少し違うのかなって思います。欧米では自己主張することが個人主義として語られることがあります。ただ日本の場合はですね、静かに周囲と調和しながら、自分だけの時間も守る。そんな静かな、個人主義のような感覚がある気がします。なので私は、日本は単純な集団主義でもなく、完全な個人主義でもなく、その間にある少し不思議な文化なのかもしれないと思っています。そして最近、日本ではさらに一人文化が広がっています。背景には都市化とか長時間労働、SNS 疲れなどもあると思います。特に東京のような大都市では毎日たくさんの人に囲まれています。だからこそ逆に一人の静かな時間を求める人が増えたのかもしれません。カフェでイヤホンをつけて過ごしたり、一人で旅行へ行ったり、一人で自然を見に行ったり、誰かと常につながることができる時代だからこそ、誰にも邪魔をされない時間っていうのに、価値を感じる人が増えている気がします。
でもこれは私はね、決して悪いことではないと思っています。やっぱり一人の時間があるからこそ、自分の気持ちを整理できたり、疲れを癒せたりすることもあるからです。そして日本では昔から、静けさを大切にする文化がありました。例えば茶道や弓道、禅、日本庭園や俳句、どれも静かな時間を味わう文化です。だから日本人は昔から、誰かと強くつながることだけではなく、静かに一人で過ごす時間にも美しさを感じてきたのかもしれません。皆さんの国では一人でレストランへ行くことや一人旅をすることは普通ですか？それとも少し珍しいですか？ぜひコメントで教えてください。それでは今夜も最後まで動画をご視聴してくださって本当にありがとうございました。今日もゆっくり休んでくださいね。それではおやすみなさい。